東京済み、日本は今後戦いをしないという意味での平和を保める可能性はあると思いますか？いいえ。例えば10年前にウクライナとロシアって戦争するんだよって言った時、こいつ何言ってんだって多分なったと思うんですよね。そんなことあるわけないじゃんみたいな。例えばじゃあ10年前にイスラエルの人たちがガザの人を5万人以上ぶち殺すよ、子供とかも全然死ぬよ、でその動画とか上がるんだけど世界中の人は助けないしその戦争止めないんだよねって言ったら、いやいやそんな子供が死んで戦争になったらそれは世界中止めるでしょ。だって日本中で人権派の人とかいるしアメリカとかも怒るでしょ。そんなほっとくわけないじゃんって多分10年前の人言ったと思うんですよ。はい、残念でした。普通に殺されてます。この国で戦争にならないよねとか起きないよねっていうのはそんなに簡単なもんじゃないよねっていう。人類の10万年の歴史って基本的には戦争の歴史で、戦争がなかった期間の方がむしろ短いんですよ。教科書で冷戦時代と言われてる時代があるんですけど、アメリカとロシアが核競争っていう形でお互いに核ミサイルを作ってお互いに核撃ち合ったら地球なくなっちゃうよね、だから戦争しない方がいいよねっていう、あの危機感のあった時代の方が実は戦争少なかったんじゃねっていう。今が平和だよねというのなく、むしろやべえやつがバリバリいるよねっていう時の方が実は争いは起きないのかもしれないねみたいな考え方もあったりするので、とはいえでもね、アルゼンチンとイギリスが戦争したりとかちょこちょこ小競り合いは世界中あるんですけど、インドとバングラディッシュが戦争したりとかチベットと中国がいろいろあったりとかっていうのがあるので、基本的には人類というのは表向き平和がいいよねと言いながらなんだかんだ言って戦争をしたい人たちが多数派です。そんなことないよ、平和を望みようとか言ってるやつはいっぱいいるんですけど、例えばじゃあ自分の親兄弟子供が襲われた時にその襲った殺人犯に対して極刑を望まない人はどれぐらいいますか？例えばじゃあ自分の娘が快楽殺人で強姦されて殺されました。でもその強姦した犯人は裁判所に行って刑務所に入ろうが死刑になろうが娘は帰ってこないんですよ。よし、じゃあ娘は帰ってこないからよし諦めよう、やり返す必要はないって思える人であれば多分戦争を望まない人なんですよ。でいう人が日本人でどれぐらいいますかっていう話なんですよね。復讐とは何ぞやって話で、誰が先にやったかっていうのはもうどうでもよくなるんですよ。例えばじゃあ盧溝橋事件という事件があって、中国の人に日本人が殺されたっていうことになって、日本人が殺されたからやり返そうぜっつってバンバン殺してたら、殺されたと思われていた日本人は便所に行っていたっていう説があるんですよね。なんか知んないけど便所に行ったらなんでこんな打ち合いやってんの、お前生きてんじゃんみたいな。でももう銃撃っちゃった以上中国の人はバンバン死んでますと。でそうなると中国の人死んじゃってるから、それは日本人に対してやり返すよね。でやり返されたら日本人も死ぬから日本人もやり返すよねっていう形で、何か自分が被害を受けた時に一切やり返しません、それに関しては諦めますっていう非暴力宣言ガンジーさんみたいな人以外は基本的には戦争という思想を肯定しているのと一緒なんですよ。それ大義名分があれば戦争をしても良いという考え方なんですよね。要はやられたのならやり返しても良い。でここの延長線上にロシアのプーチン大統領の考え方があるんですけど、 NATO という対ロシアの軍事協定というの問題が広がってしまったら、ロシアが何かあった時に攻められたら絶対勝てないよね。でウクライナは NATO 入っちゃダメだよっていうのはずっと言ってたのに入ろうとしてるんだから、これを止めないとロシアはやられてしまうよね。だからやられる前にウクライナをなんとか止めるというのがロシアの国民の命を守るために必要なことですっていう論理なんですよ。これが別に僕正しいと思ってるわけじゃないですよ。そういう論理でプーチン大統領は主張してるし、でそれに一理の理もないっていうかというと、一理の理はあるんじゃないのということなんですよ。相手に攻められないために何をすべきか。日本はじゃあ防衛費というのを、3% にしたんだっけ、 3% から 5% にしたんだっけ、防衛費上げたんですけど、防衛費上げたのはなぜかというと、人を殺すための武器をいっぱい買ったんですよ。やられたらバンバンやり返してぶち殺すぞっていう威力を持つようにしたんですよね。で逆に言うとその威力というのは、じゃあ中国が何かしてくるんだったら先に攻撃してそれを止めるというのも日本国民を守るためだよねっていう考え方にもつながるんですよ。今はね日本って専守防衛なんですけど、日本を攻撃をするミサイル基地を壊すためだったら他国にミサイルを撃ってもいいよねっていう風に考える人が自民党の政治家にも結構いるんですよ。日本を撃つかもしれないミサイル基地を攻撃すると、そこのミサイル基地にはやっぱり人はいるんですよ。なのでそこにいる人を殺すことになるんですよ。で日本を攻撃しようとしているという状況が実際は嘘の可能性もあるんですよ。でもそれは分かんないんですよ、撃ってみないとね。本当に撃たれましたって言って落ちてきたら確かに撃ったよねって
なるんですけど、日本人が死ぬ前に攻撃をしても良いというのは、撃たれて誰かが死ぬ前に攻撃するということなんですよ。ということは先に相手の国の人を殺すという話なんですけど、これがありだよねって考える人が割と日本の政治家にはいるんですよ。落ちてきたら分かるわね。これ笑い話なんだけど、結局先に殺されるか先に殺すかなんですよ。要は先に殺されるのが仕方ないよねっていうのが国民の過半数だったら専守防衛はできるんです。でもやっぱり先に殺されます。で、先に殺されるのは嫌だよね。だって先に殺されるのが自分の家族だったら嫌でしょ。したら誰だか分かんない中国人先に殺そうがいいよねとか、誰だか知らないロシア人先に殺そうがいいよねっていう風に考える政治家がやっぱり日本の中にはいるんですよ。っていうのを考えると、戦争がなくなるというのはやっぱ人類にはなかなか難しいことなんじゃないかなと思うんですけど。そうそう。前に大量破壊兵器があるに違いないよって言ってアメリカの大統領が言い出して、じゃあ大量破壊兵器撃たれたらまずいからイランの人たちぶち殺そうぜって言って国連軍っていう形でいろんな国から兵隊を振り込んでイランの人たちをバンバンぶち殺してイラン占領して、でまんべんなく調べたけど大量破壊兵器ありませんでした。であれも日本が金出してるんですよ。日本って金出してるだけで一応でもその後に兵隊を送ってんのか。一応俺たちは殺してないよって言ってるんですけど、イランの人を殺すための金を提供したんですよ。その当時90億ドルとかだっけ。なので例えばじゃあヤクザがなんかの下っ端が人を殺すとしますと。でそのヤクザの下っ端の銃を買ってきて、この銃で撃てよって言って渡して誰かを殺した時に、いや俺金出しただけだから全然殺しとかにかかってないからって言ってても、いやいやあんたが金出して銃買ったから死んだんでしょ、金出したあんたが悪いんでしょっていうので、基本的には人を殺すために金を出すというのと、人を殺すは日本でも共犯という形で殺人犯として普通に責任を取られる、責任を追及される行為なんですよ。なので湾岸戦争で日本が金を出して、じゃあアメリカとかイギリスの兵隊が誰かを殺した場合はそれは金を出した日本も責任があるよねという話なんですけど、なかなかね、なんか日本は金出しただけで殺してないと思ってる人が多いっていう。はい、先ほどの話の次です。東京の部屋はもう残り数年ですかね。なんだっけ、2035年までの間に中国は台湾に侵攻するっていうのを確かアメリカの海軍大将かなんかがしたんですよね。なのでそこのまでは平和なんじゃないですかね。あれ2035年じゃなきゃ8年以内だっけな、数字忘れちゃったんですけど、習近平さんの権限があるうちに台湾に侵攻するんじゃないかと言われてるんですよね。でこれがそのロシアのプーチン大統領がウクライナを取りに行ったっていうのと一緒で、やっぱりある程度なんか名のある歴史に残るようなことをしないといかんよねっていうのを独裁をしてる人って割と言いがちなんで。8年って言ってた？じゃあ8年かな。はい。海軍大使はワンピースだね。そうだね、すいません。っていうので、なので何か結果を出そうという人たちが出てくるので、なのでそうするとまともに考えたらやる必要ないよねということを結構やってしまうんですよ、独裁者あるあるで。そういう意味でいくと台湾侵攻が起きる可能性は結構高いんじゃないかなっていう。結局その中国関税上げるぞ上げるぞって言ってるので、中国としてはアメリカとも敵対するのは確定だよねっていう多分世論に持っていくのは簡単なんですよ。アメリカは中国を敵視していますっていうのをずっと言ってるわけじゃないですか。で関税を上げるぞっていうのをやるとすると WTO 的な世界は平和に貿易をした方がいいよねというのではなく、中国だけ何か損をする構造にするというのを国際社会は許すという風に見えるじゃないですか。実際関税って上げると困るのはアメリカの国民なんですよ。関税があるから中国の人たち困るんじゃなくて、関税ってアメリカ人が払うんですよ。中国人が関税払うわけじゃないんで、実は関税上げることによって困るのは物価だからアメリカ人なんですけどね。ただこれね、アメリカ人気づいてない人が多数派なのでこの話は置いとくとして、とはいえ中国の人もそうは言ってるから、やっぱりなんかその世界から中国が嫌われてるのではないかっていうふうに考えて、それだったらもうやれるべきことをやった方がいいよね、どうせ嫌われるんだからっていうので一線を越えてしまうっていうのがなきにしもあらずじゃないかなと思うんですけど、日本の政治ってなんで国民の意見と真逆のことをやるんですか？税金を減らしてほしいって言ってるのに上げる、治安が悪くなるので来る人には中国人や減らせって言ってるのに受け入れる、何がしたいんですか？日本を滅ぼしたいんですが、正直この意見は本当に悪いですよ。IAO さんが見ている国民というのと政治家が見ている国民というのが違うんですけど、IAO さんが見ていない国民の方が多数派です。正確に言うと有権者の多数派です。まず税金を減らしてほしいって言ってるのは労働者です。でも税金をもらっている人たちは税金が上がった方が自分の取り分が増えます。で日本は今もう 33%、3分の1は年金をもらっている人なんですよ。なので
労働者の社会保険料が上がるというのは、その分年金に回るから俺たちの取り分が増えるよねというふうに年金を受け取っている人たちは思います。公務員とか政治家とか地方公共団体に所属している人とか産セク的なところで働いている人というのも、税金が増えた方が自分たちの取り分が減ります。減税をするということは国の政府の支出を減らすということなので、そうするとうちらの仕事がなくなるかもしれない、うちらの給料がなくなるかもしれないってなると、日本政府の税金に関わる仕事をしている人たちというのは全員減税というのは自分たちの損だと受け止めます。なので公務員、国絡みの仕事をしている人と年金をもらっている人というのは、社会保険料と税金というのはどんどん上がるべきだと思っています。労働者同士で話をしたら、いやいや減税の方がいいよってなんですけど、残念ながら日本の有権者はアイビオさんのような考え方は少数派です。なので今までの日本というのはずっとその状態で税金も上がり続け、社会保険料も上がり続けっていう状態になってます。はい。で、中国人やらクルド人やら減らせって言ってるのも、それは働いている人が外国人が入ると労働者が増えて給料が下がるだったり治安が悪くなるとかだったりするんですけど、金持ってる人たちは別に川口とか住んでないんで、川口の治安が下がるとかマジどうでもいいです。で、安く働く労働者がいると経営者は儲かります。農業だったりとか簡単な工場をやってるような中小企業の経営者というのは、今外国人労働者がいないと会社回んないです。中小企業の経営者って自民党を支持してる人多いんですよ。なので JC とかに所属している人たちって麻生さんが昔 JC 出身で麻生さんを応援しているんであったりすると思うんですけど、なので中小企業の経営者というのも自民党を応援しています。なぜなら労働者が安く手に入るから。公務員グループ、政治家グループで、独立行政法人とか国のお金で食ってるグループ、年金グループ、中小企業の経営者とかで労働者を安く使いたい人たちで、学校の先生とかっていうのも基本的には税金増えた方がいいよね、外国人増えた方がいいよねグループなんですよっていう方が多数派です。なので現実というのは、日本の政府というのは多数派が支持しているものをやるというのを今まで通りやってるだけです。労働者の人たちというのがネットを使うことによって多少口を挟めるようになったので、ネット上は労働者の意見が多いんですよ。高齢者の人とかって Twitter とかで別にアカウント作って発言とかしないので、60代使ってる人もいますけど少数派なので、結果として世論というのをネットで見てると労働者の意見が多いので減税が多数派なんじゃないかなと思いがちなんですけど、立憲民主党も減税必要ないよねって言ってたりするように、自民党も立憲民主党も本当の有権者を見てるんだと思うんですよ。なので有権者の多くは増税した方がいいよねと思ってるので、なんでなんかネットでガス抜きだけしといてそのまま増税したり社会保険料増やした方がいいんじゃねっていう風に進んでるっていう状況なんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。